ご飯スタートです。やばいちょっとやばいへこんだ。はい、常設工具ではいスペアタイヤをね外します。はいこんな感じでね、ね外れます。はいフックがね緩むんでね、はいそれで外すんですよね。ねでこれが邪魔なんですよ。タイヤ止まってたところ、これレシプロ層で切断します。はい歯はいいの使ってくださいね。はい切れないんで。でクリア吹いてね錆び止めこれしてます。はい鉄粉出るからね、鉄粉も除去してください。こね、本当に心痛かったね。ぶち抜いてね、エアコンの配管通すところを今やってます。作ろうとしてます。でここを今段ボールで囲ってるの鉄粉が飛ばないようにでこんな感じで加工しまして、でも綺麗にねしてみてますね。これ配管ここの中に入ってるんで止めてます。で中にね粘土入ってるんで、あれだな塞ぎました。これから配管の中に通して、一応これ防振ゴム、で下もでこれ室外機のね足切ったんだけど、これ出っ張っちゃってるからね邪魔なんでね、クリア吹いて錆び止めして、ありがとうございます。スペアタイヤついてるのね、ボルト2本とフック1個で、3箇所でね止まってたんですよ。ここ強度が一番あるんで、ここに L 字の金具取り付けて、あるボルトで止めてあります。これさっき切ったところ、これないだけでスペース違うから出るので、錆び止めを加工して、でこれがアングル、L 字アングル、これが土台にするんで、これ穴を利用してボルト止めました。この穴からボルトを通すのがどれだけ大変だったかまあそんな感じで止めてます。これが基礎になるんでね。でここに平型プレートをぶら下げてます。でこれで吊るす感じ、吊るすぶら下げ工法っていうかね、そんな感じでねフレームを室外機に乗っけてやろうかなと思ってます。室外機の取り付けは後半に解説するんで、後半まできっちり見てください。これ配管止めるところ、これトルクレンチでカッチンね、言うまで規定のトルクが決まってるんでね、それ使って止めてください。配管もね、こんな感じで閉じて、真空引きで配管の空気抜きます。冷媒ガスがねきれいに回るように余分な空気抜いてます。だいたい10分ぐらい引いた後に閉めて10分ぐらい放置して、数字がマイナス1のまま保てれば中ねいらないんで、配管はきれいに通ってるってことなので、で今冷媒ガスを六角レンチでね、時計回りの逆開いてます。これで冷媒ガスを今充満させてるところ、冷媒ガスを充満させるにはやっぱり真空引きがね必要なんで、これやらないと冷えの問題出てくるから、きっちり真空引きやってください。エアコン取り付け業者では真空引きやらないところもあるから、取り付けるとき見といた方がいいよ。でキャップ閉めてやってます。角度ついてる。でモンキーでスパナでね止めて、こんな感じでね室外機は取り付けてるんですけど、で室外機がバウンドしていかないようにラッシングで2箇所2本でつけてるんです。この取り付け方は一応後半に解説しますんで、必ず見た方がいいと思います。お見逃しなく。取り付け終わりました。ふくふくの癒し、かわいいですね。
皆様こんにちは。こんにちは。ふくふくゾーンです。ゾーン、ふくゾーン。ご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。私たちアラフィフ夫婦プラスふくふくちゃんワンコと一緒にですね、キャンプや車中泊ハイエースの DIY などをしております。もしよろしければいいねとチャンネル登録をぜひともよろしくお願いします。お願いします。キャンプもやってます。本日は、後編のねハイエース DIY 編の、室外機取り付け後編になります。はい、はい、お願いします。室外機がやはりこのねネックになると思いますね。このエアコンのね、こっちの室内機の方は結構順調に取り付けてきたんですけど、室外機が一番の、難所ですね。はい、はい、ですね、まず室外機を取り付けるにあたって、縦置きが通常の置き方なんですけど、寝かせる、で取り付けることにして、スペアタイヤのところに、つけようということで、やってみました。はい、はい、で車の下に、入ってね、30分ぐらい下ずーっと眺めてました、車の下を。で使えるところ、穴、ここにある穴、ここにボルト通せるとか、ここが強度があるとか、ここの隙間使ったりとか、いろんなことを考えながら、30分ぐらい考えて、でそのままホームセンターに行きました。でホームセンターに行って、使えそうな部品、道具や道具、いろいろと考えて、で買ったものが、こちらが、アングル、L 字アングルですね。こちらがもう塗装されてるものにしました。こう黒でね。はい。でそんなにごつくないものです。はい。これ長いのもあるし、いろんな長さがありました。あと平型のプレートバーをこれも買いました。あとはアングルをこういう取り付けるときに使うボルト、ナットのセット、これがね、ナットの方に爪が切られてて、でも締めるとこうそれが爪が噛んで外れづらいものになってます。それを使いました。でその後、この L 字アングルを切るのになんだっけかな、レシプロソーを買いました。でレシプロソーの最初についてた刃が切れません全然。なので刃だけはいいのを買いました。はい、で、まず室外機の加工なんですけど、室外機の加工は、やったことは、本来ならコンプレッサーを別に立てて置いたりとか、アキュムレーターも立てたりとか、配管ロー付けしてね、基板とか電子部品はまた違うね、雨とか水に濡れないようなところに設置ね、新たにボックス作ってやるとかが本来のやり方で、そっちの方が正しいと思います。ですがそれやるのは大変なので、もうそのまま加工せずに、加工したのは、室外機の取り付ける足のところが寝かせた時にね出っ張っちゃうんで、それだけ、レシプロソーで切断しました。でその後にね、ちょっと錆びないようにクリア拭いたんですけど、でそれだけですやったの。あとその後に、これを4つ使って室外機にフレーム4つ、四角くね、フレーム作りました。でその後に、そのフレームが崩れないように、こんな平型プレートをね、斜めに貼って、フレームをね加工しました。でそれでねそのフレームを
ね、4箇所で吊るして、ぶら下げようかなと思ったんで、室外機、はい、でその4箇所をね、ぶら下げるのに使ったところが、スペアタイヤっていうのはもともとボルト2本とフック、で3箇所で止まってました、これがもうメインで一番強いところなので、このボルト2本止まってたところとフックで、もうほぼこれで、フレームを支えることが可能です、でなぜか知らないんですけど、この、フックに、この止めるところに穴が開いてたんですね、でその穴に、ボルトを通して、でこの平型のプレートを切って、フレームにボルトで留めて、吊るしました、あとは2箇所は、もう切ってやったボルトをそのまま使って、L 字の、金具にそこにボルト直接止めちゃって、でこれ、平型プレートを切断して、でこれフレームに取り付けて、それでこう吊るすような感じですかね。でこれそのまんま、こっちは平型でね、切断して合わせて、こっち2箇所で、室外スペアタイヤつってたフックと、こちらのね、平型プレート、4点で、吊るしました。でこっちの平型プレートを、とフックをつなげるやつは、この L 字アングルを、車の土台に取り付けて、穴利用してね、ボルトで固定して、これに、フックをこう吊るしました。平型プレートとこっちはフックで、それで、室外機を30キロぐらいの室外機をね、映像ないんですけど、映像ない理由としては、2人で取り付けました、なのでカメラ全然回せる余裕は全くなかったです、でそれを下に入って、フレームに取り付けた室外機を、2人で持ち上げてね、でその前にはなんだっけ10×10 の木材、あれを積み重ねてそれで上げてたんだけど、なければ本当はジャッキーかなんかでやるのがいいと思いますよね。あれは本当あった方がいい。もしある人はジャッキーを使って上げてって取り付けた方がいいと思います。絶対その方が楽。自分たちやったのは2人でのアナログだよね。力技です2人での、で室外機をもう2人で支えて、なんとかこっちの支えてる手で空いてる方でボルトを止める、なんとか、それでなんとか4箇所止めた感じでやりました。だからもう撮影撮るから全然撮れなかったです、そのシーンはね。もう無理。結構そこはやっぱ大変だったので、2人でやることをおすすめします。1人でやるんだったら、ジャッキね、ジャッキで支えて、で止めていいとこずらしてこう止めていく方法がいいかなと思います。でこのやるにあたっては絶対車上げてないとできないので、必ずそのねブロック今自分は使ってるので、さらにそこに補助的に下がってら危ないんで、その補助的なものもちゃんとつけてます。安全には考慮してください。もうね、車両止めっていうのはあれそういうのも使ってます。だからいろいろと足回りは気をつけて、もし何かがダメになったら必ずそれを他で支えることができるように、車の下作業は必ずそういう保険をかけてかなり安全にやってくださいね。でその4箇所で吊るしました。でその時に、常設されてる工具があるんですね。タイヤのパンク修理とかそういう時にスペアタイヤ外して外すための工具、この工具で、スペアタイヤのフックを回してね、フック下げて、で緩んだところをスペアタイヤ取る時に外すんですけど、でそれでスペアタイヤ外すんですけど、そのフックで4箇所で止めてるんですけど、このフックを常設金具でこう回してたんですよ。時計の
逆回りすると緩んで下がってくる、これを時計回りますと上がってくる、これずっとこうやって上げていくんですよ、そうするとどんどん上げていくうちにですね、室外機がどんどん上がっていくわけですよ、それが、ここが上げすぎたことによって、斜めの、室外機斜め取り付け、の加工の、になった経緯はここにあります、フック、スペアタイヤのフック新たにね利用してプレートつけて、それをぐるぐる時計回してて、こうどんどんもうギリギリまでね、もう上限界までね、室外機の上が限界まで上げました、それで室外機がこうちょうど斜めにね、取り付けることができたんですよ、でこの取り付けることができたことによって、コンプレッサーやアキュムレーターの、負担軽減になってですね、取り付けることが、できました、で今半年以上経ちますが、故障せず、今も快適に使えてるんですけど、使えてます。でコンプレッサーとかねアキュムレーターがあるんですけど、やっぱ負担がかかっちゃうんでね、寝かせてるからね、なんである程度角度つけたことによってね、うまくいったのかなと思ってます、これ偶然の産物で、タイヤね、フックで上下するっていう、これを利用できたのがやっぱ一番大きいかな。だからこれでもうギリギリ回して上につくぐらいまでで、これで角度がちょうどついたんでね、この角度が15度から20度ぐらいかな、それぐらいついてますね、なので、これを可能にしたのが、うちはタイヤが車高がね、こう下げ系の人いると思うんですけど、ノーマルです、なので車高はノーマルが実現してます。これスペアタイヤをねところにね、室外機を置くの、これをもしもうギリギリまでローダウンした車なんかは、中室外機多分入れられないと思いますね。なるほど、それかエアコンプレッサーじゃなくてなんだエアサス、エアサス入れてこうね調節できるんであれば大丈夫だろうと思うんですけど、もうローダウンだけしちゃった人なんかは室外機が下に当たっちゃって故障の原因になるんで、寝かせる方法は無理かなって思います。でうちはもう車高ノーマルなので、もう高さが維持できているんで、下にねもう全然当たることなく、全然、高さも維持できてるんで、うまく取り付けることができました。室外機の、取り付けにあたって、その後テスト走行したんですよね、で4箇所止めてる時点でテスト走行したんですけど、走ってて、ちょっとブレーキかけたりするって、横にこうね左折右折するにあたってね、このねお尻の上のあたりに、なんかこう椅子から伝わってくるようなこう G がやはりありまして、やっぱちょっとねブレーキかけるとね、こう室外機が動いたようなこう G がかかってくるんですね。でこう曲がるとこう室外機が横に来るような G がやはり感じ取れるんですよ。ということなので、この G の解消しなきゃいけないということで、また登場するのが、こちらの L 字アングル、これ強度あるんで、一番のね G でね、あるのが前後の G、走行 G、急ブレーキ G、室外機が動きます、やはり。なので、4箇所しか止まってないんで弱いんで、これを室外機の横に2本、L 字アングルを筋交い的に取り付けました、斜めにね、これ斜めにこう強いのに強度があるので、これで室外機のフレームと車のシャーシー部のね、ところに直接ももをこうつなげたんですね、でこれによって前後の G はこれで解消されました、で横 G なんですけども、横 G の解消は、
このプレートを4箇所取り付けました。この取り付けなんですけども、これって意外に曲がるんです。曲がる。この板バネの利用して、下のフレームにこう室外機がね出てるんですけど、これをカーブさせて横に取り付けました。これが4箇所、なのでこれをカーブしてて、このように4箇所かな、こうやって斜めに取り付けてます。下フレームでね、それねちょうどカーブになってるから、これがバネの役目、クッションの役目してるんですよ。でこれ4箇所止めることによって、こう曲がった時の G がちょうどいい感じにね緩和されるんですね。なので曲がった時にも室外機がこう動くような G はそれからも感じてないです。でこれでちょっと横 G をね4箇所止めることによってこれで耐えてきました。これが世界初じゃないですか、このこうしてるのこんなのやってるの。なのでこれうまくね利用して、G、車の振動とか横ね左折右折、前後ろ、G はこれで解消してるんです。要は取り付けてあるのは、室外機のフレームに、4つの吊るしと、4つのしなりの横の筋交いで横 G の防ぐ、これで8箇所ですね。あと前後の、G のずれ、防止のためにこの L 字アングルの強度のあるやつをね、2箇所ということで計10箇所で、フレーム、室外機のフレームをつってます。でもうビクともしないで、それで強度も出てますしっかり。で、これでテスト走行したらもう全然、G を感じることなく、もうがっちりと安定して走ってます。これを続けることもう半年経ちますが、不具合はなしですね。で、定期的な点検をやっております。やはり走って何日すぐに確認したのが、ボルトの緩み、止まってるボルト、後ろのナットにね爪切ってあって、こう食い込んでね外れないような作りになってるんですけど、やっぱりこう緩みがあるとね心配ですしね、これを走行の後に確認しました。でこう一回まず閉めたんですけど、その後全然緩むことがなく、過ごせてます。でまた定期的にね、緩み確認してるんですけど、やっぱり緩んでないです。なのでやっぱりそれなりのものなんだなと思いましたね。で3000キロの長旅行ってもね、全然ね緩むことなく大丈夫でしたね。よかったなと思います。でこちらの室外機取り付けて注意事項ね、やっぱ安全に考慮して作業していただくのにあたって、手袋とかねした方がいいかな。軍手とかね、手切っちゃったりしないようにね。レシプロソーとかも使うし、使う時はもう気をつけてください。あと金属切るのに鉄粉が飛ぶんで、鉄粉は本当サビの原因になるんでね、必ずきれいに除去してください。あとはまあ点検ね、必ず、さっき話した点検は必ずやってください。あとはもうメンテナンスだよね。であと視聴者さんから、室内機を取り付けにあたって、車なんで、ドレーン水、結露問題があるので、そこにね注意してくださいということで、一応うちの方はドレーン水がこちらから排出されるんですけども、車なんで、右にも、左にも
ドレン水のね、排出するパイプつけた方がいいよっていうコメントがあったので、もう大変にありがたかったです。はい、確かにそうですね。はい、ありがとうございます。なんでドレン水ね、これから取り付ける方は、両方取り付けた方がいいかなと思います。はい。で自分たちがやってるのはこっちなんで、こっちが傾くように下になるように一応注意してます。車取るとき。はい。あと結論問題。付け根部分がね、こう加工されてなかったので、そこもちゃんとね進んどかないと結露の原因になるんで、金属部分は極力出てない方が結露しないんでね、その辺も注意してください。はい。一応今のところ結露はしてないです。はい。でやってることは冷房を効かした後に必ず送風してます。はい。カビるから。はい。ね。あと温度差があると室外機がうるさいです。これはもう家庭でもそうだと思うんですけど、車なんで狭いんですぐ中冷えちゃうから、そんなに室外機ね冷えちゃえばねそんなにうるさくないんですけど、まあ今もうるさくないんですけど、温度差があると室外機うるさいよね。結構遅い。はい。ということで室外機は温度差があるとうるさいというのを覚えておいてください。はい。しょうがないんで。そう。これはどうすることもできないね。あとなんだろう注意事項。走行しながらエアコンはつけない方がいいと思います。はい。ファン回ってんのがね、故障したりする恐れがあってね。だからうちらはエアコン使用じゃ必ず停車時です。はい。じゃないとね、なんか故障の原因になると思うので、でエアコン使うときは必ず止まってから使用してください。はい。じゃないと壊れますよ。はい。まあ今のところ壊れたことないんですけど、そういうのそれは注意してます。はい。あとはまあ走ってる時はね、車のエアコン使えるからね、使う必要ないと思うね。問題は。で今のところ快適に使えてますので、車中泊これからね、楽しみたいと思います。以上になります。はい。